長年勤め上げた会社を定年退職したら、まとまった退職金で自分の店を持ちたい。空気のきれいな田舎や落ち着いた駅前で、こだわりの蕎麦屋やカフェを営む。気の合う常連客と笑い合いながら、自分のペースで第二の人生を豊かに生きる。そんな青写真を描き、胸を躍らせた皆さん。今すぐ、その危険な計画を白紙に戻してください。会社の理不尽なノルマから解放されて、自分の好きなことを仕事にしたい。そして、長年連れ添った妻と一緒に、和やかな時間を過ごしたい。その言葉の響きは魅力的ですが、夢の裏側には、一生かけて貯めた老後資金が、一瞬にして吹き飛んでしまう現実があります。最悪の場合は大切な家族の絆すらも、無残に引き裂かれる恐ろしい地獄が待っています。自分は料理が得意だから大丈夫だ。退職金が2000万円あるから資金は十分だ。妻も手伝ってくれるから人件費もかからない。そうやって都合の良い計算を並べていませんか？しかしここであなたに、極めて重要で残酷な現実をお伝えします。素人の50代、60代が退職金をつぎ込んで始めるしに企業は、志半ばで廃業や撤退に追い込まれる例が後を絶たず、お金も健康も家族の信頼も失う末路をたどるのです。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、定年後の企業が、なぜ自己破産や熟年離婚に追い込まれてしまうのか、世間の誰も教えてくれない残酷な理由を解き明かします。そして退職金の大きな毀損を避けるために、リスクを抑えながら夢に近づくための鉄の防衛策をお話しします。まず大前提として知っておいてほしい、シニア特有の心理があります。長年会社に尽くしてきた50代の男性は、心の奥底で自分の城を持ちたい。自分の裁量で仕事をして、社会から認められたいという、非常に強い承認欲求を持っています。これは自分に蓋をして働いてきたからこそ生まれる、ごく自然な感情です。しかしその行き場を失った承認欲求と、手元に入ってきた退職金額見合わさったとき、人生を破壊しうる、最悪の化学反応が起きてしまいます。会社のロゴがなくなり、ただの高齢者になる焦りから、お金を使ってオーナーという肩書きを無理やり買おうとしてしまうのです。今日はその甘い夢の裏側に潜む罠を次々と暴き、あなたの老後を守る理性の盾をお渡しします。どうか深呼吸をして最後までお付き合いください。それでは、本日の航海へ出航します。なぜ定年後の蕎麦屋やカフェは、これほどまでに失敗するのでしょうか。その最大の理由は、彼らがそれをビジネスではなく、趣味の延長として捉え、無謀なお金をつぎ込むからです。会社員時代に予算を管理してきた優秀な人ほど、自分の店となると、途端に冷静さを失います。美味しいものさえ作れば客は来ると錯覚し、自分だけの城へのこだわりに、簡単に資金を溶かします。壁紙の素材、照明の角度、無垢の一枚板。厨房には何百万円もするプロ用の機材を、本物でおもてなししたい、という見栄だけで、迷わず導入してしまうのです。結果として、お店がオープンする初日の時点で、退職金の半分以上、下手すると1000万円以上が、売るに売れないが落胆に変わって消え去っています。手元に残ったわずかな運転資金だけで、厳しい飲食業界の最前線に放り出されるのです。しかし、現実の飲食業は甘い世界ではありません。毎月重くのしかかる家賃や莫大な光熱費、そして売れ残れば、すべてゴミ箱行きとなる廃棄ロス。一杯500円のコーヒーを売って、一体いくら手元に残るか真剣に計算したことはありますか？材料費などを差し引き、手元に残る利益は、わずか数十円から、よくても数百円程度です。何千万円という初期投資を回収し、自分たちの生活費を稼ぎ出すためには、毎日休まず、何百人ものお客さんをさばき続けなければなりません。しかし現実は残酷です。オープン景気が過ぎ去った数ヶ月後、
閑古鳥がなく静まり返った店内で、高価な機材とカウンターだけが虚しく光り輝いている。それが退職金をつぎ込んだシニア企業のリアルな風景なのです。二つ目の理由は、60代という年齢が直面する肉体的な限界です。週末だけ友人に手料理を振る舞うのと、毎日プロとして店に立ち続けるのは、天と地ほどの差があります。飲食業とは想像を絶する重労働です。朝早くから重いずんど鍋を洗い、大量の仕込みを行い、開店すれば、一日10時間以上も立ちっぱなしで接客をこなす。閉店後には、深夜まで清掃と翌日の準備に追われます。若ければ一晩寝れば回復する疲労も、還暦を超えた体には蓄積する一方です。数ヶ月もすれば、腰や膝は悲鳴を上げて、休日は出かける気力すら起きず、泥のように眠り続けるだけです。のんびりと会話を楽しむ優雅なカフェのマスター。そんなイメージは、わずか数週間で完全に崩れ去ります。いつしかあなたは、借金と経費を払うためだけに、寿命と健康を削って、働き続ける労働マシーンになってしまうのです。これでは体が持たないとアルバイトを雇えば、ただでさえ少ない利益は、人件費であっという間に食いつぶされ、一瞬にして店は赤字の泥沼へと転落します。さらにシニア企業がもたらす最も恐ろしい悲劇があります。それはお金や健康を失うこと以上につらい夫婦仲の完全な崩壊です。夫が定年を迎えカフェでもやろうと言い出したとき、妻は本当に心から賛同しているのでしょうか。多くの場合、妻は違います。長年夫を支え子育てや家事を終え、ようやく訪れた自由な時間を楽しみにしていたはずなのです。それなのに、夫の身勝手な夢に強制的に巻き込まれ、ただ働き同然で毎日こき使われる無給の店員にされてしまうのです。夫は厨房の奥でマスターとして調理にこだわり、面倒な接客やクレーム対応、トイレ掃除はすべて妻に押し付けます。売り上げが上がらず資金が底をつき始めれば、夫婦の会話は常にお金の愚痴や責任のなすりつけ合いに変わります。なんでこんな店を始めたの？お前の接客が悪いから常連が離れたんだ。狭い店舗の中で逃げ場のないストレスが毎日ぶつかり合います。その怒りと疲労が限界に達した頃、妻からこれまでの人生を否定するような別れを突きつけられ、熟年離婚に至るケースが後を絶たないのです。見栄を満たすためだけに使ったお金のせいで、老後の資金を失うだけでなく、共に歩むはずだった最も大切な家族すらも永遠に失ってしまうのです。では、定年後に新しいことに挑戦したい思いは、すべて諦めるしかないのでしょうか。決してそんなことはありません。大きな既存を避けて、夢をテストするための、鉄の防衛策をお伝えします。一つ目、退職金は絶対に店舗の開業資金にせず、目減りリスクを適切に管理することです。あなたの生活の土台は、あくまで公的年金と、運用から得られる場合もある運用益で構成されるのが理想です。ビジネスというリスクの塊は、万が一失っても、生活を脅かさない少額の余剰資金で行うのが鉄則です。退職金は、あなたの見栄を買うためのチケットではありません。二つ目、店舗という巨大な固定費を絶対に持たないことです。どうしても自分の作った料理を世に出してみたいなら、いきなり何千万円も借金をして、城を構えるのは狂気の沙汰です。今は、保健所の許可などルールを守った上で、既存の店舗の定休日だけを借りて、小さく試せる間借り営業があります。まずはこうした宿借り営業から始めてください。これなら初期投資は数万円で済みますし、万が一体力が続かないと気づいた時でも、傷を小さくして撤退しやすいのです。三つ目、ビジネスの主導権と責任はすべて自分が握り、家族を無給で巻き込まないことです。本当に価値のあるサービスを提供できるなら、家族の犠牲を前提としなくても、きちんと利益が出る仕組みが作れるはずです。妻の労働力をただだと計算している時点で、
そのビジネスモデルは最初から完全に破綻しています。定年後の企業で一番やってはいけない致命的なミスは、会社員時代のプライドや見栄を引きずり、大きなお金を使って世間に自分を大きく見せようとすることです。それこそがあなたの老後を破壊し、すべてを奪い去る最悪の罠になります。退職金という大金を手にした時こそ、深く深呼吸をして冷静になってください。あなたが本当に欲しかったものは、人に自慢するための肩書きですか？それともお金の不安に怯えることなく、大切な家族と一緒に、穏やかに笑い合える自由で豊かな時間ですか？用意された罠から抜け出し、資産防衛の舵を自分自身で力強く握り直しましょう。自らの知性と忍耐という羅針盤を頼りに進みましょう。今日この動画を見て、危険な夢から目を覚ますことができた方、ぜひコメント欄で、あなたの決意を聞かせてください。大切な退職金は、絶対に見栄のために使わない。自分の老後は自分の忍耐で守り抜く。その強い一言が、あなたの新しい後悔の確かない借りになります。そしてこの動画が少しでも役に立ったと感じていただけた方、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私たちが公開を続けるための最大の原動力になります。甘い夢に大金を投じない、強靭なマインドを持ち続けること。それがあなたの資産と大切な家族を守る最強の盾になります。ぜひ他の動画もチェックして、あらゆる落とし穴から身を守る防衛策を身につけてください。自らの知性で大切な資産を死守しましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。